ええはい、ということで、一旦ここで区切りましょうか。どうもおじさんです。始まりました。金色ラブリッチェというね、サガプラネットさんだったっけなの、作品になります。うん。こちらの、なんかもう、そうだな。サガプラネットのことを表すのであれば、キャピキャピした元気で明るい女の子たちと、繰り広げるドタバタラブコメっていうのが正しいのかな。結構ね、キュンキュンするシーンもあれば、お笑い的な要素のシーンも多くて、だからすごいなんかね、物語の緊張と緩和というか、抑揚が上下に振ってね、すごい面白い、作品を作ってくれるメーカーさんなわけですよ。もちろん、ご覧の通り、出てくるヒロインも可愛いですからね。でもあれだよな、金色ラブリッチェっていうくらいだから、多分登場人物全部金髪だな。多分登場人物全部金髪だな。さっきのギャルも金髪やったしな。きっとそんな感じだろうな。まあ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 。でもあれだよな、どういう経緯で主人公は多分この学園に入学するであろうことになるんだけど、やっぱ王族の力になるんかな。こちらの作品はね、結構、続編も、発売するくらい人気の作品になってますので、まあ結構いろんな人が楽しんで見れるのではないかなと思います。はい。まあ、続けていきましょう。もうエッチなお姉さんとエッチなお姫様といいな。思春期大丈夫か？なんか最近ほら、おじさんのチャンネルでは最近なんかその思春期をこじらせた、思春期をエッチ方面にこじらせた主人公が多かったからさ、最近プレイしたゲーム、ほとんど。なんかそのエロ方面にちょっとなんか思春期をこじらせた、男の子がいっぱい出てきとったからさ、おい、童貞のくせになんかなんか言い切るな、みたいなこと多かったからさ、今回はあれだね、中二病の方に振り切った、主人公な感じなんで、まあ結局途中で男は出すと思うけど。まあそんな感じでなんかワイワイガヤガヤやっていきましょう。こっからは謝罪パートになるわけか。意外とちょろかわいいかもしれんな、この L っていう子。なんか多分その、騎士系の黒服のトップとかそっち系だろうな。騎士系と、なんか、なんちゃら派とか言っとったから、騎士派とかなんちゃら派みたいなこと言っとくから、多分そっち系の、まあ、この子自身も多分家柄がいいんだろうな、きっと。なんかでも、年頃の女の子っぽいよな。ちょろかわいそう。シルビア様、シルビア・ル・クルス・クラウン、ソルティレージュ司祭様は、誉れ高き、ソルティレージュ王国王家、シスア家のご息女であらせられる。はい。お姫様なんだ。日本風に言うとそうなるわね。ソルティレージュ国の第9王女、すなわち我が祖国、ソルティレージュの司法とも呼ぶべきお方なのだが。第9王女。王様頑張ったな。すごいな。9人産んで、9人目でこれが生まれるって、王様と、女王と王と、すごいな。遺伝子やべえな。そのことは知っていたか？初耳です。そうか。じゃあ仕方ないということで。ではひとまず腕を取るのはやめよう。ボラルコーチェン、剣を離せ。おほほほ。なるほど、そうきたか。いやー、でもなんかこの SP のお姉さんのちょっと個人的にはいいんだよな。はい。ぐるぐる巻きで縛られた俺に、のしかかり、右腕にでかいサーベルを乗せていたじいさんが離れる。もう L ったら、ボラルコーチェにエキスナも誤解だと言ってるでしょ。やばいな。漢字ばっかの名前も全然読めなくて覚えれんけど、カタカナばっかの名前もおじさん覚えれんな。ああ、おっと言ってやってくれ。さっきから全勇気を総動員してちびりそうなおしっこを我慢している状態だ。あの後目を回しているうちにぐるぐる巻きにされ学園の一角に連れ込まれた。
追いかけてきた黒服たちが集まってきて、室内だけでも30人強、外も100人近くに包囲されており、逃げ道はゼロと言っていい。あの数を振り切った俺にムカついているのか、黒服連中の目つきは険しかった。俺の味方は、彼は私が襲われていると勘違いして助けてくれた。それだけよ。彼女くらい。お姫様だけあり、黒服どもから気を使われている子が味方なのは幸いだが。しかしシルビア王女、そう見せかけて本気でたばかる気だったかも。あ、それはあるかも。あんまり頼りにならない。なぜ下へ行く。黒服の先頭に立つ人の視線が怖かった。下から見上げる形だからこんな感じは仕方ないか。この人だけはシンプルな黒服ではなく不思議な服を着ている。ゴムだろうか、なんかなんだろうこれ。自由な素材で継ぎ目をあつらえ、動きを阻害しないようにしつつも、大きく金属のプレートで身を守った。鎧だよな、これ。これがもしも鎧だとしたらさ、やっぱりその鍛冶屋が存在するわけやねんか、こいつをしたためる。なんて言うんだろう。オーダーメイドのブラジャーみたいにさ、おっぱいのカーブに合わせて、これを作っとんのかな。この手のね、服を着とるヒロインってアドベンチャーゲーム多いのよ。けど、よく考えてみれば、もともとあるものに詰め込んどるというより、でもあれなんだよな。谷間が Y 字だからさ、谷間が Y 字だから寄せてあげとるのはわかるのよ。うん。寄せてあげてグッて持ち上がっとるから、谷間が Y 字になってね、実際はちょっとちっちゃかったりするんやけど、まあ、これに関しては、もうそれどころの話じゃないからな。けどもうぴったり収まっとるってことは、オーダーメイドなのかな。ってことは、やっぱりあの腰から下げている細い筒は鞘。剣を持っているってことだよな。怖い。なんですジロジロと見て。それよりも足だろ。お前下から見上げとるんやから足やろ。太ももエッチいぞ。いや、その剣は本物？聞きたいけど答えが怖い。一番最初に気になるのが剣ってちょっと面白いよな。エルは美人だから殿方は見ちゃうわよね。そうだそうだ。シルビー様。おほ。そういうこっちゃない。あ、やっぱり思春期方面はないんだ。こいつ中二病だ。そっち系だ。まあ美人ではあるか。紹介するわ、オーラ。こちらこの駅士のエロイナ・ディ・カバレロイスタ。エルと呼んで。エロいな。私のそうね、一番のお友達よ。ああ、どうも。エロいな。いや、名前には突っ込まないでおこう。刃物持ってる相手だし。それで、シルビアさん？さんすごいなぁ。様。と言った方がいいらしい。そんなかしこまらなくて結構よ。気軽にシルビーと呼んでほしいわ。じゃあ、シルビー。熱。あ、様。王族。ファンタジーから抜け出してきたような言葉だが、実際世界には割とありふれている制度だ。そうだね。日本にだって皇室があるし、なんなら民主主義と言いつつ、明治維新以降の政治家はみんな一族で権力を牛耳る王族みたいなもんだし。ソルティレージュの名前も聞いたことがある。北欧で国土は小さいながら
EU 内の輸出入製品に絶大な影響力を持つっていう小さな国。小さな大国。ネットのニュースサイトで見たけど、王室が欧州きっての親日派。へえ、なんだっけ。最近も王女様がこっちの学校に留学してきたとか。あ、それがシルビアさんか。とにかく君が王女で、この人たちはボディーガード的な？みんな私の頼れる護衛従者よ。我らはソルティレージュ王室を代々お守りする騎士員のものだ。騎士。これまたファンタジーな単語が飛び出したが、なるほど。エルさんは見るからに騎士っぽい格好をしている。他の黒服たちもよく見ればビシッと服を着込んで現代のナイトって感じの規律正しさだった。どいつもこいつも誘拐犯って顔じゃないな。早とちりした俺がバカだった。騎士員のみんなはすごく優秀なのよ。交通網とともに外交の広がった20世紀以降ですら王室に危険が及んだことなんて一度もないくらい。その20年のその20世紀以降、だから今21世紀だろ？今20世紀 ?21 世紀 ?21 世紀だよな。ああ、その歴史に本日幕を閉じたな。歴々の誇りを汚さぬよう、我らも精進いたします。だから私も安心なの。私は王室といっても第9王女。王位継承権にはだいぶ遠いのだけれど。でも、みんな私の護衛のために家族を国に置いて日本語までマスターしてついてきてくれたのよ。我らはソルティレージュに忠誠を誓った者。シルビア様のお身のためならば国境の壁などあってなきがごとく。シルビア王女万歳王女様万歳。えらいカリスマだ。身分がどうのではなく、黒服さんたち全員彼女に心酔している感じ。日本人としちゃピンときにくいけど、王族と護衛っていうのはこういうものなんだろう。だからこそ気になるのは、じゃあなんで揉めてたわけ？街中で言い合っていれば心配にもなるぞ。そうでした。それも聞かないと。シルビー様、お昼休みに学園を抜け出してどこへ行かれていたのです？昼休み中？じゃあ主人公は街で何やっとったんや？プー太郎か？なんか気まずそうに目をそらすシルビアさん。お昼休みに学園を抜け出して？王族だの騎士だのファンタジーな人種から急に日常学園漫画なセリフが。確かなことは申せませんが、シルビア様が常々近くのパン屋のメロンパンに興味をお持ちでしたこと、本日突然昼食はいらぬと申し出しましたこと、昨日そのパン屋が美味しかったと話されていたご学友の妃様と一緒に抜け出していたことに鑑みますに。シルビー様、やってんな。やってんな。それで抜け出したシルビア様を追跡し、見つけまして戻るようお伝えしたところ、予想外に抵抗されたのでございます。市松さんが来たのがちょうどそこですね。かっこつけて飛び込んだのが今更恥ずかしくなってきた。さすが黒服、状況判断と説明がうまいな。だってまだ変えてなかったんだもの。あと30秒待ってくれればよかったのに。昼休みとはいえ学園を抜け出すこと、加えて買い食い、どちらも学則に違反します。ギャルギャル。メロンパンくらい帰りに買いに行けばいいじゃん。あのお店のメロンパンはすごい人気なの。3時を過ぎたらほぼ売り切れちゃってるのよ。買いに行くのが難しいというお気持ちはわかりますが、だったらエキスナにでも命じればよろしいのでは。そうなんだよ。
こんだけ黒服おるんやったら、こんだけ黒服おるんやったら、カワセミが行きゃええやん。王女。そんなに、だって100人以上、なんか、だって、分かっとるだけでも130人くらいおるわけやろもう140とかが、ね、150近くおるわけやろ ?150 もおったら、なんだろう、一人10メートルくらいのバケツリレーで、メロンパン買えるくらいじゃない？その手があったわね。つえ。俺はなぜ今、拉致されてぐるぐる巻きにされてるんだろう。ものすごいとろうにぐったりしながら、まあ、俺が何をやらかしたかはわかりました。要するに、触れちゃいけない世界にカッコつけて飛び込んだわけか。触れちゃいけない体にも触れたんじゃないのかい？ボーイ。俺はやっぱり誘拐犯ってことになるの？そうなります。なるんだ。ボラルコーチェ、氷結剤の用意はできていますか？腕は落としても命までは取らぬように。心得ております。ちょ待って。状況は分かったが、刃物が出てくるのは勘弁してほしい。じいさんも物騒なサーベルをしまってくれないし。こっちのしたことが誤解なのは分かったよ。でもそっちだって誤解してるって。俺はただその子のことが心配だったんだって。分かるだろ？そうよみんな。オーロはいい人だと思うわ。こんなことで片腕持っていかれるなんて困る。必死で訴えた。シルビアさんも協力してくれるので、黒服たちは乱暴には来ないが。ことはそう単純ではありません。はい？我らもバカではない。誤解であろうことは分かっています。はい。だが、あろうで判断するわけにはいかないから、現在機構の身の上を精査しているところです。精査って？現在まで入っている情報では、名前は市松王子。オーロってさっき説明したやん。オーロ、ロはそのままロ。失敬。市松オーロ殿。やばい、個人情報全部やられとるな。いい名前よね。多分これイかれとるな。個人情報全部イかれとるな。黒服やべえな。縁起が良いですな。王子ならもっと縁起が良かったんだけどな。王子って感じで。おお、英語で言うプリンスを日本では王子というのだったわね。どうでもいいけどさ。それよりすでに名前を漢字がわかるまでしっかり調べられているのが気になる。エルさんが見ている書類には文字がびっしり。まだ30分ほどなのに俺のプライベートはどこまで調べられたんだろうか。これだったらエロ本の隠し場所までやられそうだな。市松オーロ、宗教的、経済的に特に危険思想らしき面は見られない。幸いガチで聞く耳を持たないとかではないようだ。ボディーガードとして俺が王室誘拐なんて企む人間じゃないのを確認中らしい。前振りがすごいな。助かる。俺はごくごく平和な一般庶民。どこにでもいる青少年だからな。じゃあなんでこの平日の昼間に街ぶらついとるんよ。先日インターネット通販で父親のパスを使って18金のゲームを購入していますね。やってんな。黒きバラの姫騎士ローザ、クッ殺せ。何ですこれは。しかも運悪く。姫騎士か。エル。クッコロだ、クッコロ。王族の情報収集力ってすごい。女性を凌辱することを主題に置いたゲームですな。お前それを知っとるのか。領そして領辱という言葉を知っとるのか。そしてお前は騎士だ。かまあ、シルビア様に近づいた理由はそれか。誤解だ。俺のどこにでもいる青少年な点があだになった。王女にその乱りがわしいことをしようという思想はあるのだろう。お、すごい。いかがわしいではなく乱りがわしいって言ったか。お、すごいな。言葉遣いやべえな。
そりゃごく一般的なレベルであるけど、思想ってほどじゃねえよ。性癖だよ、性癖。あとそれ姫騎士ものだから。姫騎士における姫はおまけ。メイン属性は女騎士だから。そこを言うな。それを騎士に言うな。あ、女騎士相手に言うことじゃなかった。あ、終わった。終わった。足いかれたな。片腕片足いかれたな。せめてそうだな。左腕と右足にしてほしいな。バランスが悪くなっちまう。誤解だー。ねえ、エキスナ。両辱って何？知らない日本語だわ。さすが両辱。っていうか、日本語をすべてマスターした皆さん。不明です。日本語は難しいですね。調べちゃダメですよ。ボラルコーチ、剣技はいかほどです。この男は腕を取るべきか。それよりもチンチン取られる。勘弁して。まあまあ、落ち着いてください、部隊長殿。同じ男として賛同してくれたか、じいさん。若い男のこと、これぐらいが俗というものです。さすがだな。さすが男というものだぜ。幸いじいさんが間に入ってくれる。でもこの流れって絶対あれやな。そんなフラちゃんの思想を二度と嫌がかないよう虚勢するのがベストかとみたいな話になるんじゃない？それにこのゲーム、なかなか評判がよろしいようです。ほうほう。シナリオ担当はチクタクジュ。良いご趣味をされてますな。お前そっちに造形あるんかい。このじいさん詳しくね？人気に押されてという面もございましょう。これだけで人格を判断するのはいささか乱暴かと。まさかじいさん、お前は心のフレンドになれるのか？まあいい。まだ剣技は不十分としておきます。年の子というやつか、落ち着いてくれた。父上の ID を使うのはいかがかと思いますがな。それはすいません。これも青少年の常なんです。他には特になし。ちょっと残念そうにすんなよ。大義名分がなくなって残念そうにすんなよ。やめてくれよ。調べられた範囲では特に怪しい部分はなかったようだ。書類を伏せる。だがこれは。けど嫌疑は晴れず、今度は没収された持ち物に目が行く。ポケットの中身は全部漁られている。財布、スマホ、家の鍵と。あら、チョコボ。あら、さっきコンビニで買ったんだよ。何の変哲もないお菓子だぞ。いいわね、チョコボーロ。私も大好きよ。でも変ね。パッケージが赤いわ。いちご味？おかしい。チョコボーロはナッツとキャラメル味しかないはずです。違法な薬の梱包にお菓子を偽ったパックを使うのは運び屋の常套手段。日本には普通にあるよ。いちごも抹茶とかもな。最近あれだな、信玄餅が出とったな。海外への輸出は種類が少ないかもだが。そうなんだ。10年ぶりの日本だけど知らなかったわ。ねえオーラ、お一ついいかしら。なんか10年前っていうワードが出てきたからオープニングのあれか。どうぞ。おいしい。2名様、いけません。してペン。だんだんコントみたいになってきているが、俺はぐるぐるに拘束され、でかいサーベルを隣に置かれたままである。久しぶりね、チョコボーロ。昔からお好きでしたな。そういえば。ジーヤにはよく無理を言ってたくさん買ってこさせたわよね。私、この子大好きなの。キュロちゃん。かわいい。パッケージの丸いひよこみたいなやつをつく。お気に召してくれて何よりだ。状況はともかく。2粒食べたそれを俺の持ち物のところに戻し。ねえエル、私やっぱりどう考えてもオーロが悪い人だとは思えないわ。だってあんなに楽しかったのは初めてだもの。殿方に連れられて街を逃避行だなんて。
逃避行ってなんか照れる言い方だな。まあ、悪い人でないというのは根拠のない直感だけど、まず、彼とあんなことになったのは、私が彼にぶつかりに行ったからよ。みんな見ていたわよね。はい。それに、誘拐犯なら逃げ道くらい用意するでしょうに、私に言われた通り、この学園へやってきたのよ。それも、途中から私を離して一人で走らせて。はい、これが証拠よ。スカートを軽く持ち上げる。コンクリートを走ったせいで穴が開きボロボロになったソックスが見えた。以上。こんな愉快な誘拐犯さんがいるかしら。そうだ。助かることに物腰は柔らかながら理路整然と弁護してくれた。このお姫様、さっきからぽやぽやしてるけど頭はいいんだろう。がシルビア様、ですからこれはそう単純な問題ではありません。何？完璧な弁護だったと思うぞ。なんせシルビアさんだけではなく周りを囲む黒服全員が証人になってるんだから。だがシルビア様のおっしゃることはもっともではある。思想背景の調査は途中だが、これはもう形骸的なものだと考えていい。姫騎士の件はともかくそこはすいません。問題は事実として貴公の手でシルビア様が我ら護衛を務める騎士院から強奪されたことにあります。これはだって内輪の話じゃん。お前らの内部でことごとに終わらせてくれ。始末書書かせてくれよ。例えば貴公が花屋から花を盗んだとしよう。わざと一輪ポケットに突っ込んで店を出た。これは紛れもなく罪です。はい。ですがふと落ちた花が一輪ポケットに入ってしまい、貴公が気づかずに店を出る。これもまた罪であることに変わりはないのです。うぐ。くそー、検察は厄介だな。そう言われると、そやな、連れ出した事実は変わらんからな。なかなかに、あれだな、検察は手強いな。無論花屋のことであれば、気づいた時点で引き返し、現物を戻せば罪には問われまい。だが、王族に同じことをすれば、それは極刑に値します。まあ、日本でも小さい子をさらったやつが後から間違えちゃいましたって自首しても少なくとも警察は出てくるだろうしな。向こうの理屈は分かった。我ら騎士院の伝統に従えば、王族をかどわかした者の刑罰で最も軽いものは利き腕の没収です。だからさっきから腕が吸ったもんだって言っとったんか。いかがかな？すごいな。片腕を求刑するわけか。無罪を主張する弁護側と片腕を求刑する検察側と、なかなかな裁判だな。理屈は分かったけど、命や腕を持っていかれるのは嫌だぞ。私も嫌よ、エル。腕を取るなんて血がすごく出るわ。シルビー様ならそうおっしゃられるでしょう。ですが、エキスナ、公安はどうなった？公安？もういいと言っても、市松さんの情報をどんどん送ってくる。収まりそうにありません。そんなにいっぱい。公安ってそんな組織なん？えぐくない？あなた、2週間前にもエッチなゲームを買ってるわね。やりすぎじゃない？普通だよ。ちょい待ち。公安って警察の公安？ああ。貴公が逃げた時、この国の警察も同時に動いている。そんなに国動かせるんこいつら。やばくない？公のしたことはれっきとした国際問題ですからな。そうか。確かに言われてみりゃそうか。確かに。留学時の取り決めで、王族に気球の事態があれば、日本警察は超法規的に我々に裁量権を委ねるため、現時点で貴公の身は我々に委ねられています。はあ。だがシルビア様のおっしゃる通り、貴公を無罪放免とすれば、今度は日本の公安が貴公を捕まえることになる。超法規的措置を放棄するわけですからな。今度は日本の警察が裁きにかかるわけです。
なんかいつの間にか大事になってたぞ。これはあれか、落としどころを見つける。今からはあれか、落としどころを見つけるパートか。なんでそうなるのよ。我らが超法規的な存在。つまり、日本警察の関与しない存在だからです。そんなに影響力があるんだ、世界に対しての。この東の小国に対しても。ね、EU の中では絶大な、ね、小国とはいえ、影響力は莫大だみたいなこと言っとったけど、でなければ公安は対面上、飛行を取り囲んでいる我々を拉致暴行未遂としてしょっぴかねばなりませんからな。はあ。確かに、俺が無実ならこの状況はリンチ。囲んでいる側の犯罪である。我々と日本警察は裁量を共通しないわけです。我々があなたを無実にしても、日本警察はあなたを無実にはしません。あれ罪じゃねこれ。国賓への拉致誘拐事件の容疑者。それが我々の裁量を外れた時点での日本警察にとってのあなたの立場です。警察からも無実ってことにはならんでしょうな。あなたが国賓を捕まえて逃げたのは確かですから。おう。日本の刑法には詳しくない。他国の王室に誘拐の権利がかかることをしたことで、飛行にどんな罪状が課せられるかは知らない。しかし日本国の対面上、国際関係を重視して誘拐犯のことは最低でもシルビア様がご卒業され国に帰るまでの間は外に出さぬでしょうな。取り調べの形でシルビア様ご卒業まであと1年半。特例措置として延々交留延長し続けて、罪状をどうするかはその後ね。勘弁してください。交流って牢屋のある部屋に入るやつだよな。完全に一人ぼっちで少年院暮らしより辛いっていう。人生が1年半削られるのすらきついのに、そんな生活絶対に嫌だ。だから今困っています。腕と交流。どっちがいい？何それ。どっちも嫌だよ。究極の選択すぎる。選べるわけがない。公安から寄せられた彼の情報が揃いましたけど、やはり問題のある失踪は見られませんね。ということはやはりあれは善意からの逃避行。我らも責めたくはないのですが。このままパッと話してもらうわけには。外に出たら公安に捕まりますよ。ここにいさせてください。参った。この場の全員を納得させるだけじゃダメみたいだ。と、頬に手を当てたシルビアさんが、エキスナ、公安の方々には何で伝えたの？あ？正体不明の男に王女様がかどわかされた。アバウトやな。そう。じゃあ、こういうのはどうかしら。ポンと手を叩くシルビアさん。オーロ、あなた、このノーブル学園の生徒にならない？そうきたか。まあそうなるよな。さっきも言ったように、どうやってこの主人公はこの学園に入るんじゃいって話になるわけよ。正体不明の男吸ったもんだって話しとるからあれで、実はこちらの勘違いで、友達と一緒に遊んどったみたいな。そういう話にすれば、別にその誘拐とかそんなんではないから。ね、さっきの花屋の例を持ち出すのであれば、客が持ち出したではなく、店員が外に持ち出したっていう大義名分にすれば、そういうのは進まうよな。店員だったら別にね、店の外に花を持ち出しても問題ないわけやねんか。あなたは今日転入する手はずだったの。それで私はあなたを案内してあげたのよ。正体不明の男でなく、お友達なの。私を連れ去った男は。ジーヤたちはそれを勘違いした。で、ちょっと恥ずかしい立場になってしまうけど。我らの恥は問題ではございません。シルビア様のお気持ち一つにございます。絶大な人気だな。じゃあ、あとは、オーロの気持ち一つね。ほぼ一択だけどな。どうかしら、オーロ。転入って。ここって超お金持ち学校だろ？いきなり言われても経済的にもあれだし。
何より俺、もう学園には。なるほど、そういうことか。だからこんな平日の昼間にほっつき歩いとったんか。ダメなの？いや、俺は、腕か交流か転入です。あ、選択肢増えた。転入します。そう言われると即答するしかない。これでオーラはクラスメートね。周りはちょっと迷っているようだが。家は住むところは？ジーヤ、手続きはよろしく。シルビアさんはもう決めている。それを確認すると、周りを囲む数十の黒服は全員。了解しました。そのように処置いたします。お願い。強い。これが王族パワー。すべてはシルビア様の望む通りに。世界でも征服するんかな、こいつらマジで。納得した様子で包囲を解いた。究極的にはこのお姫様の命令が絶対のようだ。まだちょっと混乱しているが、サービルを抱えたじいさんが出て行ってくれて一安心。あとシルビアさんの喜びようにも張り詰めていた気分をほぐされた。参ったな。